はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日は新企画ということで、こちらの当社中古車両いろいろ出てくるわけですけれども、中古車両の紹介で、この中古車両を私どもの会社では、オークションに出したりですとか、あとは本舗レンタカーにしたりですとか、あとは良質なものに関してはお客さんに売っていくというような形でね、最後決めていくわけです。それぞれ入庫した車をそういうふうに今後はね、ジャッジをしていくという動画を車両販売家島田主任と一緒にやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではね、車両の紹介ということですけど、この車はもともと厚木支店の6144という車になりまして、通常富士ですとね、最初奈良に納車されて、そこからいろんな拠点、特にうちも今拠点がどんどん増えてますんで、いろんなとここうね移動していくわけですけれども、この車の場合は奈良に納車されてもう厚木でずっと使ってで売却ようになったというところで、今距離いくつぐらいですか。はい、距離ですが90万およそ2000キロ走っております。地球22周分走っています。はい、走っております。そうですね。ただ当社としては厚木支店だからその距離で住んでるっていう感じですね。はい。これ九州だったらどんぐらいですか、ちなみに。九州でしたらもう120、30万は特に超えてると思います。なので当社としては良質と言えるのかな。はい、距離少ないめで。距離少ないめです。という感じでございます。はい。でね、この車私乗ってて、当初動画をやった時にね、ドライブレコーダーの動画を撮るときはあそこにつけたりですとか、運転動画ね、あとは2階建ての紹介でね、最初の方やらせていただいたのもこの車を実はね撮影させていただいてます。要所要所ね名残残ってますけど、エアコンのパネルが白い LED 埋め込んだりしたの残ってるぐらいで、私確か30万キロぐらいまで乗ったのかな、そんな乗ってないかな、25万キロぐらいかな、乗ってそこからね違う車乗ってったんであれなんですけど、久々にご対面ということで、ちょっとじゃあこの車がどういう状況か見てみましょう。はい、整備の状況どうでしょう。はい、整備ですが、2025年4月に車検時、走行距離で86万キロの時に、ファンベルト、クラッチオイル、トランスミッションオイル、リアハブシール、フェールストレーナー、尿素フィルターすべて交換しておりますので、コンディションはバッチリです。承知しました。ということはそのちょっとね抜粋して今紹介をしてるんですけど、当社の場合は全部自社でねいつ何やりましたかにやりましたっていうのはね記録残ってますので、そこ一部で抜粋してます。またこれ販売用になった場合にはその辺のね詳細はお客さんにも出せますということですね。はい、はい、それではちょっと外装のチェックしていきましょう。はい、やっぱ錆がねこの辺とか、そうですね、やっぱり飛び石がすごく知ってますね。ここも錆びてますね。ちょっとこの辺はね全部綺麗に磨いて塗り直せばいけますので、スポイラーも今こんな状態ですが、はい、リンシュロックでつなげて、ちょっとバンパーも当たっていますが、ちょっとひどいけど、ヘッドライトも当たっていますが、こちらはすべて補修いたします。そうですね。これちょっと待ってね、これまだ外販するとは決まってないんで、ジャッジするんで、一応こういう状況という形で、この辺はね直せる範囲ということですね。あとはちょっとこれから右からねこう回っていきましょうか。この辺傷ついてて、あとアルミホイル、これアルコアですね。タイヤに関しては水を残ってる方ですね。結構もう7分山ぐらいは残ってますね。そうですね。あとやっぱこういうねセイコーラックが当時はまだスチールですんで錆びてるという状況で、あとこのマーカーが外にこう飛び出しちゃってるんでね、これ雨結構当たりやすくなるんでね壊れやすくなるんですけど、はい、消火器もね使用期限ちゃんと内のものが入ってるという感じで、あとここはねどうしてもやっぱりこうバースで接車した時押すからね、押してこうひび入ってそれがね錆になるっていう、どの車も大体そうですね。なりますね。特にここ門高の部分が薄いんでなりやすいということで、あとロックバーどうでしょう。状態的にはどうですか。このぐらいだとこんなもんか、6100番台。はい。今はもちろん錆びていますが、再塗装で綺麗にリフレッシュはできます。できますね。はい。この6100番台からね LED のテールになってます。はい、おすすめポイントですね。かっこいいです。視認性も上がってます。はい、中、こういう形で、箱の特徴としてはトランテックスのハイウィングですんで、ダブルセンタービーム、この内長が2700取れてますね。はい、で下はバンブーで、フロアラッシングではなくてエアラインレールのね仕様になってますんで、ベッド床ラッシングを取るときはジョイント部品が必要になります。あと鉄板がね挟まるくぼみだったりとか、モコラッシングついてて、エアサスもね車内調整が可能という箱ですね。この状態もでもどうでしょうね。この横がやっぱりねバリバリバリっとこうなってるのも、補修はね全然できるんですけど、
やっぱカゴ仕事するとね、あそこで引っ掛けてこういう風になってしまうっていう感じですかね。まあでもそれ以外はまあそうですね、特段こんなもんって言っちゃうんだけど、まあちょっとね煽り一部切れてるとこあるんですけど、まあそこは上から貼るのかな、そうですねアルミブロック抜くのかな、どうするんだろうね、これ内側は。まあ上から貼って補修するかですね。はい。まあそんな風にもできるということですね。はい、で13トン100積載ということですね。まあ一回車検切ってるからちょっとわかんないですよね。13トン100取れるかね。そうですね。雨とか吸ってたりするとね。はい。中古新規になるので、中古新規になるからね。はい。まあでも下回りもやっぱ厚木の車だから、まあっていう感じですかね。そんなにひどいですね。過ぎることもない。まあこんなもんかな。まあネタもね、ちょっとやっぱサビは目立ちますけど。ベローズは書いてありますね。見るからね、新しい。そうですね。新しい。はい。はい、でもなんかエア抜けてたからな。もうちょっと直さなきゃいけないけど、手を起こすなら。はい。まあでも、まあこれも問題はなさそうですね。そうですね。はい。あとこういうのね、ちょっと昔郵便マークっていうのをつけてたんで、そのままね、ただこの縁だけ取って、これもうシールが残っちゃってるんで、こういうのはね綺麗になります。でもまあ見る限り別にウィングキャッチとかはそんな汚くないし、そうですね、破損している箇所もなさそうですし、まあ、外の箱もそんなに、まあ、ちょっとあそこ線が入ってるか、そうですね、少しへこみはありますけど、あとはまあ変えるとするならば成功ラックはねちょっと取り替えた方がいいかもしれないですね。そうですね、錆がひどいので、はい、折れてしまう可能性があるので、成功ラック取り替えの、まあ、後ろ門口塗り直し、はい、でまあ中の箱の補修で、まあフローリングね、あれちょっともう汚れてるから1枚削ってもいいですしね。はい、と問題なのがここか。ここですね。使ってますね。これは磨いて取れるのかな。中に当たったんですかね。まあちょっとこれ乗っかってるのかな。ちょっと磨けばねこれ分かるんで、乗っかってるのか削れてるのか。ここはちょっともうどっちにしてもやる必要ある。ここはこれだけで取れるのかな。このパネル。交換は可能です。はい、これ。はい。じゃあここ交換もしくは削って塗るだけでいけるかもですね。はい。はい。であと内装なんですが、ちょっと島田さん向こうから乗ってもらっていいですか。エアシートは非常に調子良さそうに感じます。はい、この手のねイスリンガーハウゼンはスイッチ固まっちゃって、はい、なんかもう動かないのもあるじゃん。解除しようと思っても硬くても固着してしまっているタイプもありますね。あとちょっとねタバコのあるんですけど、じゃあちょっとエンジンかけてみましょう。はい、スムーズにかかりますね。はい、非常に調子は良さそうです。はい、エアコンの効きは悪くはない。いいですね。はい、バッチリ効いてます。この白パネルにね僕変えて、多分俺変えたと思う。これかっこいいですね。これね中の LED 球だけ変えてねよく変える方いましたね。そうですそうです。はい、これ当時本当のただの電球だったんでね、はい、すぐ切れるからさ、はい、だそれを変えてそれぐらいが名残があるけど、はい、他はどうでしょうか。ないです。名残が何も特にこれと言ってないですか。でまあ富士仕様の装備ということで、まずちょっと皆さんが知らないところだと、まあ2階建ての電源というのがついてたりとか、はい、あとはエアコンのねセンサーを2階に持っていくか1階に持っていくかっていうこういう切り替えのスイッチがあります。はい、なので1階にいるときは1階にしとかないと、2階にしとくと2階どんどん熱くなってるんでね、はい、エアコン行かないで、そうするとボワーっつってね、温度調整普通の24度とかにしててもボー出てくるんで、これはねしっかり切り替えなきゃいけないですっていうのと、あとはまあエアサスの切り替えですね。そうですね。これも運転席でやるかこないでやるかを切り替えができるっていうのをね別途つけてるって感じですね。はい。あとちょっと2階建て映してもらっていいですか。はい、ちょっとこうどんな風になってますか。はい。2階はこんな感じになってます。上にサンルーフがあるので万が一の時は脱出できるようにこちらの方にロープも付属されています。汚いですか。綺麗になってますか。まああまり綺麗ではないですね。この辺はね掃除でなんとかなるところで、もちろんコロコロしたりとか掃除機で綺麗にはできます。はい、ありがとうございます。であとそうですね、スーパーハイルーフのこのショートキャブの2階建て仕様はこの蓄冷っていうのが絶対ついてますね。なのでエアコンが、ね、かかってなくてもとりあえず4時間ぐらいはね蓄冷溜めとけば冷気を出すことが、これ蓄冷機ですね。これを冷やしてるんですよね。はい。で冷気は後ろから。そうそう。ここと上とね。はい。切り替えができます。ここ閉じとけば上に行くんで、必ず寝るときはね、ここ閉じて上行かないと、ここ開けっぱで寝ると、弱えってまたこう降りてきて、こうパチって、はい、閉めなきゃいけなかったりするんで、あんまり効かないですね。まあね、だこれとやっぱエアコンがないとちょっと、はい、厳しいかなっていう感じでしょうかね。はい。まあバックカメラもね、非常に
画質綺麗ですね。はい、っていう感じで、じゃあちょっと一回外を出ましょうか。はい、一通り見てきました。感想としてどうでしょうか。感想としてそうですね。まあ距離は少ないですけど、まあ腐食箇所が多いので、まあ綺麗にメンテナンスすればまだまだ元気に動ける車両ですので、よろしくお願いします。はい、ということでまだまだ元気にいけるというところで、まあこの車をねオークションに出すか、コンポレンタに行くか、それとも一般のね、まあ、車両販売としてユーザーさんに販売していくかというところをね、それではジャッジしていきたいと思います。はい、ダララララバン、はい、一般売りしましょう。はい、はい、一般売りで、はい、ユーザー様に販売させていただきます。はい、はい、まあこちら私が乗せたっていうところもあって、ちょっと特別な思い出があるっていうのもあるんですけど、まあ基本的にエンジンなんかもね先ほどチェックしてたんですけど調子が良かったんで、まだまだいけるという判断で一般売りという感じでいきたいと思います。はい、はい、あと何か感想ありますか。そうですね、なんといっても衝動キャブで、全長10メートルボディなので、あとは内高2700あるというのが最大の売りですので、いっぱい荷物積むことができますのでよろしくお願いします。そういうことですね。はい、11パレだったら18枚乗るんですね。はい、そういうことで、まあ富士トランスポート仕様なので結構ね快適な装備ついてますんで、まあ、横とかもこういう黒いね樹脂製のバンパーだったりとかつけてますから、まあ、ちょっとヨーロッパ仕様みたいな、ね、感じになるので、まあ、ちょっとこの車はねそういう形で進めていきたいと思います。はい、それではまた動画企画して撮影しますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。電話のベルメールも来てる画面が揺れる車両販売か今日も全開島田主任すでに限界廊下の向こうで足音ドンこわもてが現場がこちらにオン島田さんちょっといいその一言で見積もりですか書類ですか写真ですか初代番号ですか笑顔で返事をしたいけど心の中ではこう叫ぶ辛いです辛いですはひはひ価格を見るオークション相場とにらめっここれ急ぎで頼むわ軽く言われて怖い顔でも悪くない本当はみんな熱い人分かってます分かってますでも声が少し強いです納車ですか登録ですかホームページにもそるんですか